ろしくお願いします。本当に凄まじいファイナルで思いどうでしょうか、今は。いやまあ終わったなっていう、安堵感と、はい、終わってしまったなっていう、悔しさと、入り混じってはいますね。はい、安堵感と悔しさが入り混じっているというフリー。羽生結弦は今回最高難度の4回転ルッツを2年ぶりに解禁。その後も4回転ジャンプを次々と成功させていきます。なんと自身初となる4種類の4回転を5本。持てる武器を全て出し切りました。しかしその羽生を上回ったのが4回転フリップトリプルトーループ、素晴らしいですね。大きく加点されます。ネイサン・チェン。羽生と同様4種類の4回転を5本完璧に決め、世界最高得点での金メダルを手にしました。このチェンについて羽生はここまでやってくるとは思ってましたし、はい、あともう一段階ギアがあると思ってます。上げてきますか。ショートで入れられるんで、まだルッツ入れようと思えば入れられると思うんで。なんとショートに最高難度4回転ルッツを組み込むことでさらなる高得点を出せるというのです。羽生は一体どう乗り越えようと考えているのでしょうか。一つ言えるのはやっぱり武器が必要で、それはルッツじゃないって。ルッツじゃない。それは4回転アクセルも含めてってことでしょうか。ほぼアクセルだけのためです。やるべき時が来たなと思ってます。今大会公式練習中にこんな場面がありました。挑んでいたのは4回転アクセル。試合ではまだ誰も見せたことがない大技を何度も何度も飛んでいました。ネイサン・チェンがもっともっとこう羽生さん自身の考え方とか魂といい意味で揺さぶりてるのかなって感じてるんですが、どうでしょうか。でも彼がやっぱりこうやっていろんなものを突きつけてくれるからこそ、はいはい、僕もやっぱりやらなきゃって気がついて、多分普通だったらもう限界だなって思ってやめてるようなところを無理やり多分やってると思うんですよね。僕がシニアにデビューした頃は4回転トーループがフリーで1本入ったらもうほぼ上位ですよね、はい、そういう環境だったんですよ、ずっと。でそこからソチオリンピックに向けてパトリック・チャンをどうしてもみんなで倒さなきゃいけないってなった時にやっぱり4回転2本必要になったんですよ。そこが僕たちの頭の中で限界だったんですよ。2013年のグランプリファイナル、羽生は当時の限界だった2本の4回転に挑み世界王者パトリック・チャン超えを果たしました。その後オリンピックでも金メダル。すると今度は世界が羽生超えを目指すようになっていきます。羽生も追い抜かれまいとより難度の高い4回転ジャンプに挑み、飛ぶ本数も増やし限界を引き上げていきました。しかしその限界をさらに破ったのがネイサン・チェン。ネイサン・チェンは選手は今羽生さんに何を今回メッセージとして伝えたと思われます？ここまだ限界じゃないよっていう感じですかね。まだここは限界じゃないよっていう感じですかね。羽生さんの僕は勝手にスケート人生がこれで伸びたなんて思っちゃってるんですよ。ネイサン・チェンの
来たことによってですよ。そうですね、彼がいなかったらやめてますね、僕は。はい。ネイサン・チェンありがとうっていう気持ちになりますが彼いなかったら、まあ、順位的にですけど、はい1個上がるわけなんで、世界選手権取れてるんですよね。もしかしたら尽きてたんじゃないかな、自分の体が。今だからろうそくの一番下の、ろうそくって一番下が一番燃えるんですよ、ブワーって。はい、その状態がなんかずっと続いてる感じです。でもなんかそこに油を注がれた感じですけど譲るキャンドルまだやるよみたいな譲るキャンドルに火がついたってことたです。だそれが燃え尽きた後がちょっと怖いなとは思うんですけど、本当に明日のジョーみたいになってましたちょっとすみません、それが絵になるからやめてください